こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、ラバさんが降参リスペクトのプロレスアタックを仕掛けていました。まあでもこれが本来のオールドタイプのあるべき姿なので、避けすぎてただけなんですけどね。もしくは致命傷にならない程度で被弾してたりはしました。ということで今回のステージはおなじみゲスト最終決戦。三将軍と戦わなくていい和平ルートとはいえ、少しミスると一瞬で積むので、しっかりとやっていきたいです。降参はこのステージでレベル上げなんてできる余裕があるわけはないので、メタスには精神ポイントを戦闘に使用する余裕がないビルギット。ガトーは現在一番運動性の高い F91 に乗せ替えておきます。そしてなんか見覚えのある改造をします。多分気のせいです。なんか最近 HP とか走行しか改造してない気がします。運動性の改造があらかた済んでるっていうのはあるけど、この辺は当てることより生きることの方が難しいのがよくわかる改造ですね。そして強化パーツ。ウィング勢がいないせいもあってか、エルガイムとかに超合金 Z とか回せていたことにびっくりです。強化パーツの方が多くて、つける機体の方が少ないという異常事態。シャピロさん完全にゼゼイナンの部下です。というか他に部下がいませんゼゼイナン。メキボス、下等動物などに感化されおって。てめえ
ということでシナリオスタートです。完全にシャピロに持っていかれてゼゼーナンさんさらに空気に。そして相変わらずこのイカレ性能。精神コマンドとニュータイプ能力でイカれたゲームバランスを調整するために、さらにゲームバランスをおかしくしていくスタイル。そしてシャピロは相変わらずのライブゲーオス。三将軍がライブゲーオスに乗らなくなった F 完結編だと、シャピロの期待感がすごい。ちなみにこのステージ、F 完結編唯一の火星ステージですが、扱いは宇宙です。ノイエジールと GP03、エクセリオンが普通にいるあたりね。ただし、崖みたいな地形にはちゃんと移動制限があります。ちょっと特殊なステージですね。適正的には宇宙なんだけど、地上のような移動制限があるって感じですね。やまるんだよ。そこか。当たってくれ。少しはできるな。走行と HP の関係で敵の狙いはダバに。ダバは攻撃を食らわない限りはできるだけ反撃していきたいところ。まあマスドライバーキャノンは当たることが分かっていたので、反撃せずに防御選択です。そしてレストグランシュのドライバーキャノンも当たり、瀕死です。生きてれば何でもいい。ちなみにこのステージのメキボスは基本的に見てるだけで何もしてくれません。一応味方の機体数が2分の1、3分の1、4分の1になった時に協力を申し出てくれますが、その時点でだいぶやばい状況なのは言うまでもない。バーニーを使ってマスドライバーキャノンの弾切れ狙い。グラシブリュとの戦闘はマスドライバーキャノンを切らしてからが定石です。直撃させる。やる。さすがは。行くぞ。愛が甘い。そして F91 に乗ったガトーさん。F91 に乗るとみんなクリティカルを連発するのは気のせいでしょうか。ベスバーのクリティカル率は表記上はプラス20ですが、以前にも言ったように F 完結編はクリティカル率の表記バグがあるので、実際にはプラス10。ビギナビナのビームランチャーなどは表記上プラス10。実際はプラス0なので、実際その分で安くはあるんですよね。クリティカル率が表記上マイナス20、実際はプラス20となる武装はバルカン系とアトミックバズーカぐらいなので、他に比べて高いことに違いはありませんね。パワーランチャーは表記上プラス10、実質プラス0。つまりダバさんのクリティカル発生率は、やばさを感じます。ちなみにファンネル系は命中率だけでなくクリティカル率も優秀です。命中率プラス20、クリティカル率表記上プラス20、実際はプラス10、射程まで伸びる最強武装です。唯一の欠点は、切り払いされること。このゲームは踏み込みが足りんによってバランス調整されていました。そして相変わらずレストグランシュは硬い。それでもさっきダバさんが一体に反撃しておいたおかげで、右側のレストグランシュは倒しました。これで3機目。上にいるレストグランシュはまだ少し遠いので、ノイエジールに攻撃してきてくれるかな。そしてマスドライバーキャノンを撃たせ切ったグラシブリュには射程外からチキチキと攻撃。マスドライバーキャノンがなくなると射程が5までしかなくなるので、反撃不能にしやすくなります。さらに射程が5までのイオンビーム砲はビーム属性なので、ヘビーメタルなどで受けるのが容易になります。当たるものがいる。落ちろ！さらっと避けられてますが、目的はマスドライバーキャノンの弾切れ狙いなので全然いいです。
でもせっかくなら当てて欲しかったです。ビーム属性なので軽減できると言いましたが、こんなに食らうんですね。それだけこの人たちの攻撃力が頭おかしいということで、まあ防御すればほとんど食らわなくはできるかな。ブラシブリを撃墜し、右側の敵を全滅。これで今のところ正面から来る敵だけなので、対処しやすくなります。2発とも避けたのは大きい。これでメタスの行動回数に余裕が持てます。そいつで決めてやる。まだだ。これでダウンだ。少しはできるな。そしてレストグランシュに対して被弾しながら戦うノイエジール。ドライバーキャノン3発までなら反撃しても耐えられるって冷静にすごい。そして反撃で減らせる。やはりコウさんのプロレススタイルが一番活かせる機体だった。さっきのグラシブリュのマスドライバーキャノン避けてなかったら落ちてましたね。危ない危ない。生きてたのでオールオッケーです。これでレストグランシュが全滅。弾切れも狙いにくく非常に厄介な敵なので、早々に片付けられたのはありがたい。とりあえず近辺にグラシブリュが3体もいるので、マスドライバーキャノンの弾をなくすことから始めましょう。使うのは主に精神ポイントを使っても問題なさそうなケイラとバーニー。だがしかし、右のグラシブリュにはバーニーは届かず。致し方ないのでここはレッシーさん。レッシーさんを使うと弾切れ狙う前に倒せそうな気がしてくる。射程1ではマスドライバーキャノンは撃てないので、R&B で近接戦です。クリティカルしてくれたおかげで予想以上のダメージ。被弾なく倒せたのは良かったですが、被弾して気力上げたかったとも。R&B の気力は高くしておく必要がありますからね。そしてまさかの一撃。なんか今までに体験したことのない攻撃力に驚きが隠せません。これがエマさんより27高い射撃値の力ですか。ちなみに技量もエマさんより12ほど高いです。メタスは修理に飛び回ります。どう頑張っても敵の攻撃は食らって耐えるが基本なので、メタスの2回行動回復は必須ですね。そしてグラシブリュが早めに片付いたので、手持ち無沙汰な人たち。キースのコアブースターとかは下手に狙われても困るので、ちゃんと下げておきましょう。ひとまず向かってきていた敵は全滅。コウの盾とダバの盾でいい感じに狙いをそらせました。そしていきなり出てくる敵増援。せめて出てきた時に何か言いなさいよゼゼイナンさん。普通のモビルスーツは食らうとこうなります。
これでも装甲ちゃんと改造してるんですがね。ガトーの安心感。そして続々とやってきます。奥の機体は未だ動かずです。とは言ったものの、見事に3方向を囲まれています。どこも放置しておいて無事に済む敵ではないので、困りどころです。しかし、全部を全滅させることのできる戦力は存在しないので、どこかは諦める必要がありそうです。ひとまず一番近い右側の敵。これは絶対に落としておきましょう。ここを片付けておかないと、確実に誰か落とされますからね。ダバ攻撃時にはドライバーキャノンを撃ってこないレストグランシュ。命中率の問題からなんでしょうが、5% くらいしか変わってません。ちなみにレーザーキャノンでも十分すぎる攻撃力。そしてレーザーなので、ビーム属性ではありません。きっちりとレーザーとビームの違いを守ってくるウィンキー。そしてこっちもクリティカルでグラシブリを一撃。R&D は激励で気力を上げていたこともありますが、さすがの攻撃力。ガンダムファイターの格闘値の高さはさすがです。狙いやばい。これでマスドライバーキャノンは弾切れ。あとは射程外からいくらでも削れますね。しかし、この部分が崖になっているせいで、移動がしづらい。結果奥のレストグランシュに攻撃が届くのは F91 のベスバーのみ。せっかくHP まで減っているけど、まあ仕方ないか。エマさんも負けじとクリティカル。みんなクリティカルで次では。出て損するものではないので、ありがたくもらっておきましょう。とりあえず左側のレストグランシュとグラシブリュもなんとか落とせそうではある。上のグラシブリュは完全に放置ですが、まだ少し距離があるので、みんな射程外に逃げて、高3のノイエジールで受ける方向で行こうと思います。増援で出てきた敵を全滅。ゼータが攻撃された時にはヒヤヒヤものでした。コウさんが一人で抑えるため、1体のマスドライバーキャノンを一発削っておきます。これでこいつは2回行動しても、一発はマスドライバーキャノンが撃てず移動してくるはず。ケイラさんのダブルゼータが近いので、ちゃんと避難。とにかく後以外狙ってこないようにしたいところ。防御で1400なので、普通に食らうと2800。4発は耐えられませんが、確実に射程外の敵がいるので、反撃しても問題なさそうです。射程7はメガカノン砲しか撃てないので、おとなしく防御。余裕がありそうだったので反撃したら、思ったより出ました。そして1体は降参を狙ってきませんでしたが、1発程度なら大丈夫。
そして後続の敵は動いてきませんね。ここをしのげば一旦余裕が生まれそうです。ということでまずはお決まり。バーミーでマスドライバーキャノン減らし。GP03 の射程の長さがいい感じに便利です。これでマスドライバーキャノン弾切れ。あとは好き勝手にできますね。奥のやつはすでに2発撃ち切っているので、降参で仕留めましょう。なお、2回行動できない降参。結局削りに終わる。そしていいところをガトーに持っていかれる。かわいそうで仕方ない。でもガトーの気力を上げる必要があるので、仕方ないことなんです。これで量産機が全滅。そしてタイミングよくゼラニオが動いてきました。しかしそれ以外は動かず。ここからは奥の敵の数を減らしていく必要があるので、少しずつずらしながら挑発をかけて倒していきましょう。ゲイオスブルード以外は2回行動をして近づいてきてくれるので、ターンをずらせば勝手に来るタイミングがずれてくれるはずです。ひとまずゼラニオの射程外に待機。そして挑発をしよう。ターゲットは奥にいるライブゲイオス。ライブゲイオスはシャピロコに5体いるので、早めに倒しておきたいところ。とりあえず2体呼んでおきます。ゼラニオの攻撃力は相変わらずです。まあ1発なら大丈夫ですね。ということでゼラニオが2隻目の前、すぐ後ろにはライブゲイオス。ライブゲイオスは射程8まであるので、うっかり射程内に入らないよう注意。挑発をかけてあるので、ビルギット以外は射程内でも大丈夫です。敵は命中率の高い大型ミサイルを選択。命中率は高いものの、ミサイルなら切り払いが発生するので、避けれる可能性の方が高いと踏んでいます。マースで避けましたが、避けてくれる分には何にも問題ないですね。レーザーバルカンなので反撃は大したことない。そしていい感じに削れたので、このまま撃墜です。これでとどめだ。いかん、やられる。落ちら。当たりはせんよ。はい、まあ無改造ビームライフルですからね。仕方ない仕方ない。無事に撃墜。行動回数は消費したものの、エネルギーもすでに心もとないので、そこまで差はないかな。そして2隻目のゼラニオにかかります。降参はそのまま受けれるからいいけど、レッシーはさすがに。仕方なくひらめきをしよう。いいダメージが出たので、RNB と言いたかったんですが、移動力が足りず、そもそも崖の上にいるので移動できないという。
らめきをかけたものの、そのまま撃墜。まあひらめきは腐ることはないので構いませんね。そしてそのままもう一回挑発をしよう。対象はシャピロ。ちなみに全面戦争ルートと和平ルートでは色々違いがあり、全面戦争ルートではゼゼイナンに挑発が使えますが、和平ルートはゼゼイナンに挑発が効きません。ゼゼーナン、貴様は許せん。まったくやってらんないぜ。ゼゼーナンのおっさんとはよ。貴様もか、ゼブ。そうゼゼーナ、諸悪の根源はあなたなのよ。セティ、目をかけてやった恩も忘れて。ということで3将軍が増援。なんですが、なんとなく気分で協力はしてもらえません。まあせっかくなのでね。ということで3将軍は撤退。敵で出ないだけでも十分です。ということで今回はここまで。カットできる戦闘が少なすぎて、時間短縮がうまくできない。それでは、ご視聴ありがとうございました。